はいどうも、たんぼです。今回はクラフターを使ってシーランタンを自動生成するガーディアントラップ専用圧縮仕掛け機を作っていきたいと思います。特徴1、シルカーボックスを入れておけば内部で作られたシーランタンをシルカーボックスに収納した状態で保管。約93,000個のシーランタンを貯めておくことが可能です。特徴2、少しだけ取り出したい場合は収納中のシルカーボックスから取り出しも可能。またシルカーボックスが満タンになっていない状態でもボタンを押せば取り出すことが可能です。特徴3、余ったプリズマリンのかけらはプリズマリンレンガへ圧縮。クラフターの設定を変更すればプリズマリンで収納することも可能です。手動でシーランタンにクラフトする必要がなくなり、シルカーボックスでまとめて持ち出せるので、シーランタンをよく使う方にはおすすめの装置になっています。ぜひ参考にしてくださいね。それでは本日もレッツポンポン。今回の材料はこちら。ドロップ増加付きの剣は持って待機すればアイテム量が増えます。シーランタンはアイテムが見えやすいように使っているだけなので、他のブロックでも大丈夫。境界は青の氷で代用しても OK。仕分け設定用に名前を付けた付肉を使っていますが、ここは1スタック64個になるアイテムであれば何でも OK。ガラスと色付きガラスを使っていますが、全部同じガラスでも大丈夫です。一番下は装飾に使ったブロックなので、ここはお好みのブロックで大丈夫です。装置のサイズは装飾込みで横13、奥行き8、高さ 6.5 になります。まずはガーディアントラップの水流エレベーターの作成後の待機時を作るところから始めていきます。まだガーディアントラップを作っていない方は、脇検知型ガーディアントラップや自動回復付与タイプのガーディアントラップを参考にしてくださいね。待機場の大きさは水流エレベーターの位置から手前に7マス、左に4マス、奥に8マス、右に14マスになるように作っていきましょう。ここから数えて手前に 1,2,3,4,5,6,7 マス、左に 1,2,3,4 マス、奥に 1,2,3,4,5,6,7,8 マス、右に 1,2,3,4,13,14 マス。あとはこれを基準に横19、奥行き16の大きさにしていきます。ではまずはシルカーローダーを作っていきます。不透過ブロック、装飾用不透過ブロックをこのように設置します。まずは水流エレベーターの右にポン、次は奥、手前、上にこのように置いて、この位置に装飾用不透過ブロックを設置します。はい、この位置関係ですね。次は回路です。ボタン、リピーター、ダストをこのように設置します。リピーターの向きはこちらです。まずはこの位置にボタンをポン、次にこの位置にこの向きでリピーターを設置、あとはこの位置にダストを置きましょう。次は粘着ピストン、オブザーバー、不透過ブロック、ダストをこのように設置します。まずはこの位置に粘着ピストンをポン、その先にこの向きでオブザーバーを設置、あとは1マス間を空けて不透過ブロック、その左にダストを置いて、さらに左に不透過ブロック、その上にダストを置いてください。次は粘着ピストン上向きのディスペンサー、オブザーバーをこのように設置します。ディスペンサーの向きはこちら。オブザーバーは上に顔が来るように設置する点に注意です。まずはこちらからダストに向けて粘着ピストンを設置。この向きになりますね。次はこの位置にジャンプしながら上向きにディスペンサーを設置。吐き出し口が上になるので確認しておきましょう。次はディスペンサーの上に仮ブロックを1、2、3、4個置いて、下2つ壊したら下から見上げながらオブザーバーをこの位置に設置。信号の出口が下にあるのを確認します。次にオブザーバーの上の仮ブロックを壊して、今度は通常ピストンを下向きで設置。あとはピストンにボタンを取り付けて作動させ、オブザーバーを1マス下に押し下げます。ここまでできたら仮ブロックやピストンは撤去して OK です。次はチェスト、ホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはこことここにチェストを置いてラージチェストにしたら、こちら側に回ってチェストの側面に向けてホッパーを設置してください。次はコンパレーター、ガラス、トーチをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずはこのホッパーの上にこの向きでコンパレーターをポン。次はこの粘着ピストンの上にこの向きでコンパレーターをポン。次はこの位置にガラスを置いて、その上にトーチを置いてください。次はホッパーとチェストをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはこのディスペンサーの側面に向けてホッパーをポン、向きを確認します。次はこのホッパーの側面に向けてホッパーを設置。あとはここからチェストをポンポンと置いてラージテストにしてください。では動作鉄です。このチェストの中にシルカーボックスを1つ入れたら、ディスペンサーの中にシルカーボックスが入っているのを確認。その後このボタンを押すとオブザーバーが右側に動いて、もう一度ボタンを押すとシルカーボックスが設置され、さらにもう一度ボタンを押すとシルカーボックスが回収されて、このチェストの中に格納されます。このように動いていれば OK です。これでシルカーボックスローダー部分は完成。次はクラフターを利用したシーランタン自動生産の仕組みを組み込んでいきましょう。
まずは下向きクラフター、ホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、向きに注意です。まずはディスペンサーの上に仮ブロックを1、2、3個設置したら下2つは壊します。次に上を見上げながらクラフターをこの位置に設置。顔が下にあることを確認しておきましょう。確認できたら仮ブロックは壊してクラフターの左側面にホッパーを設置。向きは横向きです。そのホッパーの側面に向けてホッパーを設置。向きはこちら。次はクラフターの前の方の側面に向けてホッパーを設置。向きはこちらです。次はこのホッパーの側面に向けてホッパーをポン。向きはこちらですね。最後に右側の側面に向けてホッパーを設置。向きはこちらです。次はチェーンアクティベーターレール、ホッパー付きトロッコをこのように設置します。ここで使うレールはアクティベーターレールになります。他のレールと間違わないように注意してくださいね。まずはチェーンをこのホッパーの上とこのホッパーの上に設置。次にアクティベーターレールをこことここに置きます。この時アクティベーターレールがこの向きで置けない場合は一旦仮ブロックを後ろに置いてこのように2つ置いて向きを変えて元に戻してあげると良いですね。次はホッパー付きトロッコをアクティベーターレールの上に乗せたらチェーン側に押し込んでください。では視点を後ろ側に変更して続けます。次はガラス不透過ブロックをこのように設置します。まずはガラスをこのオブザーバーの後ろとこのオブザーバーの後ろに設置。次は不透過ブロックをこのオブザーバーの上とこのトーチの上、あと1マス離したこの位置にも置いてください。次はホッパーを4つこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、向きに注意してくださいね。まずはこのガラスの後ろから仮ブロックを1、2個置いてこの上の方の仮ブロックの側面に向けて横向きホッパー、向きはこちらです。そのホッパーの側面に向けてホッパー、向きはこちら。さらにこのホッパーの側面に向けてポン、向きはこちらです。最後は仮ブロックを壊してこのホッパーの側面に向けてポン、向きはこちらです。できたらホッパーの中に一つだけアイテムを入れてみてホッパーの中をアイテムが循環しているのを確認しておきましょう。次は回路です。コンパレーター、トーチをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずはこのガラスの上にこの向きでコンパレーターを設置。この時等間隔で点滅するのを確認しておきましょう。次はこのガラスの上にこの向きでコンパレーターをポン。次はトーチをこの不透過ブロックの上とこの不透過ブロックの側面に取り付けておいてください。次は不透過ブロック、コンパレーター、ホッパーをこのように設置し、ホッパーの中に1スタック64個になるアイテムを23個入れます。まずはこの不透過ブロックの上に不透過ブロック、その上にこの向きでコンパレーターを置いたら、コンパレーターの横にホッパーを設置。このホッパーはどの向きでも大丈夫です。次はホッパーの中に1スタック64個になるアイテムを23個入れてください。次は仮ブロック、不透過ブロックをこのように設置して回路の置き場を作ります。まずはこのコンパレーターに向けてしゃがみながら不透過ブロックを設置するとこの位置に置けます。次は仮ブロックをここに置いたらこちらにも不透過ブロックを設置。次は仮ブロックをこことここに置いて仮ブロックの後ろに不透過ブロックをポンポン、その後ろにガラスをポンポン、さらにその後ろに仮ブロックをポンポン、次は仮ブロックの下に不透過ブロックをポンポン。はい、 OK。次は横向きホッパーをこのように設置して仮ブロックを撤去します。まずはこちら側に回ってこの仮ブロックの側面に向けてホッパーを設置。同じようにこちらにもホッパーを設置してください。向きはこちらですね。置けたら仮ブロックを撤去していきましょう。この時ホッパーの中に仮ブロックが入った場合は仮ブロックを取り除いておいてくださいね。次は回路です。コンパレーター、ラスト、トーチ、リピーターをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちら、リピーターの向きはこちらです。まずはこの位置にこの向きでコンパレーターをポン。こちらにも同じように置きます。次はダストをここから1、2、3個。こちらも同じように3個置いてください。次はトーチを不透過ブロックの側面にポンポン。最後にリピーターをここにこの向きで設置。こちら側も同じように設置してください。次は仕分けアイテム設定を行っていきましょう。花床を使って1スタック64個になるアイテムに好きな食べ物の名前を付けてください。今回は名前を付けたアイテムを2スタックほど準備してくださいね。準備ができたらまずはクラフターの設定を先にしておきます。クラフターを開いたらプリズマリンのかけらを角4箇所にこのように置いて、残りの箇所にプリズマリンクリスタルをこのように置いてください。シランタンが右側に出てきていれば OK です。では次はこの2つのホッパーにアイテム設定をしていきます。まずは左のホッパーの中を開いたら
2番目、3番目、4番目のスロットには名前を付けたアイテムを1つずつ入れて、一番右のスロットには35個入れます。あとは一番左にプリズマリンのかけらを1スタックほど入れてください。そうすると4個前後で止まります。クラフターを開いてみると、流れてきたプリズマリンのかけらが入ってきているのも合わせて確認しておきましょう。次は右側のホッパーを開いて、先ほどと同じように2番目、3番目、4番目のスロットには名前を付けたアイテムを1つずつ入れて、一番右のスロットには35個入れます。一番左のスロットには今度はプリズマリンクリスタルを1スタックほど入れて4個前後で止まるのを確認しておきます。その後クラフターを開くとこのようにプリズマリンクリスタルが入ってくるので確認しておきましょう。もしまだシュルカーボックスを持っていない場合はボタン、ディスペンサーとコンパレーターを外してこの位置に至る、この位置に横向きホッパーを置くことでシーランタンがチェストへ格納されるようになります。これでクラフターを利用したシーランタン自動生産の仕組みは完成です。では次は余ったプリズマリンのかけらを圧縮する仕組みを作っていきましょう。まずはラージチェスト、ホッパー、クラフターをこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、クラフターの向きはこちらです。まずはチェストをこの位置からポンポンと置いてラージチェストにします。位置関係はこんな感じですね。次はホッパーをチェストの背面に横向きで設置。向きはこちらですね。その上にホッパーをポン、向きは下向きです。次はこの位置に仮ブロックを置いて、こちらからこの向きでクラフターを設置。顔がこちらを向いているのを確認して仮ブロックは撤去してください。次は不透過ブロックとスライムブロックをこのように設置します。まずはクラフターの背面に不透過ブロック1段下げて、ここから1234567個置きます。最後にクラフターの側面にスライムブロックをポン。はい、この形ですね。次は回路です。コンパレーター、リピーター、ダストをこのように設置してクロック回路を作りましょう。まずはこの位置にこの向きでコンパレーターをポン、その先にリピーターをポン、あとはその先からダストを12345と置いてください。次はホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはクラフターの上に下向きホッパー、向きはこちら。次はこちらの側面に横向きホッパー、向きを確認します。最後にここに下向きホッパー、向きを確認しましょう。次はチェーン、アクティベーターレール、ホッパー付きトロッコをこのように設置します。まずはチェーンをこの位置にポン。アクティベーターレールはここにこの向きで設置。この向きで置けない場合は仮ブロックを一旦後ろに置いて2つ並べて向きを変えてから戻してくださいね。最後にアクティベーターレールの上にホッパー付きトロッコを置いてチェーン側に押し込んでください。次は仮ブロックと不透過ブロック、ガラスをこのように設置して塩気機の回路の置き場を作ります。まずはこの位置から仮ブロック、不透過ブロック、仮ブロックと置いて、次はここから不透過ブロック、ガラス、仮ブロック、その下に不透過ブロック、あとここにも不透過ブロックを置いてください。次はこのようにホッパーを設置して仮ブロックを撤去します。まずはこちら側から仮ブロックの側面に向けてホッパーを設置。向きはこちらですね。あとは仮ブロックを撤去していきましょう。次は回路です。コンパレーター、ダスト、トーチ、リピーターをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちら、リピーターの向きはこちらです。まずはこの位置にこの向きでコンパレーターをポン。次にここからダストを123と置いて、次はこの不透過ブロックの側面にトーチ。最後にこの位置にこの向きでリピーターを設置してください。次は不透過ブロック、クラフター、コンパレーターをこのように設置します。まずはこの位置から不透過ブロックをポンポンと置いたら、この位置にクラフターを設置。このクラフターはどの向きでも大丈夫です。ここでクラフターを開いて全てのスロットをクリックして無効にしておいてください。最後にこの位置にこの向きでコンパレーターを設置しましょう。ではアイテム仕分け設定です。この位置のホッパーを開いて、前回同様名前を付けたアイテムを2番目、3番目、4番目のスロットに1つずつ入れて、一番右には35個入れます。あとは一番左のスロットにプリズマリンのかけらを1スタックほど入れて4個前後で止まるのを確認したら、クラフターでプリズマリンレンガが作られてチェストの中に入ってきているのも合わせて確認しておいてください。では次はプリズマリンレンガとプリズマリンが切り替えがしやすいようにしていきます。まずは不透過ブロックをこのように設置しましょう。不透過ブロックを置く位置はこのチェストから1マス間隔を空けて、ここから12345とこのように置いたら、上に123とこのように置いてください。次はレバー、ダスト、粘着ピストン、鉄のトラップドアをこのように設置します。
まずはこちら側に回って、この位置にレバーを取り付けたら、その背面側のここにダストをポン。次にこの位置にこの向きで粘着ピストンを設置。向きはこちらになりますね。ここまでできたら、こちらからこの辺りを狙って鉄のトラップドアを設置しましょう。はい、OK。では動作確認です。レバーをオンにすると鉄のトラップドアが立って粘着ピストンが伸びます。次にレバーをオフにすると奥にスライムブロックで引っ張り出されたクラフターが出てきて鉄のトラップドアが倒れた状態になり、再度レバーをオンにするとクラフターが元の位置に戻されて鉄のトラップドアが立った状態になります。このように動いていれば OK。 これで余ったプリズマリンのかけらを圧縮する仕組みは完成。次はアイテムを流す水路作りや装飾をしていきましょう。ではまずは水路作りです。不透過ブロック、氷塊、ボタンをこのように設置しましょう。まずはこの位置に不透過ブロック、次はこの位置に氷塊、不透過ブロック、次はこの位置に氷塊を置いて、あとは氷塊の上にボタンをポンポンと置いてください。次はタラを処分できるようにガラスとマグマをこのように設置します。まずはこの氷塊の横に仮ブロックを置いて、ガラスで周りをこのように囲ったら、仮ブロックを壊して、そこにマグマを流してください。では視点を変更して続けます。次はシーランタンをこのように設置します。アイテムが見えやすいようにシーランタンを使っているだけなので、シーランタン以外でも大丈夫です。置く位置は水流エレベーターの奥のこの位置から1、2、3、4、5、6と置いて、ホッパーよりも1マス高い位置まで置けたら、次は曲げて1、2、3、4、5、6、7、8個このように置いてください。次は装飾用不透過ブロックをこのように設置します。まずはこの不透過ブロックの上に1、2、3個。次は水流エレベーターの左のここから1、2、3、4、5、6個。このように設置しましょう。次はガラスと装飾用不透過ブロックをこのように設置します。まずはガラスを水流エレベーターの手前のここから1、2、3、4、5個置いたら、あとは装飾用不透過ブロックを1、2個置きましょう。次は鉄のトラップドアをこのように設置します。置く位置はこの装飾用不透過ブロックの側面から上付きで1、2、3、4、5、6、7個。ちょうどシーランタンと同じ位置まで置いてください。次は水流エレベーターや水路に水を流してアイテムが飛び出さないように装飾用ハーフブロックを置きます。まずは水流エレベーターの中に入って下から水を入れていきましょう。ここまで流すとこのようにボタンの手前まで流れていくので、ここからさらに流して延長してあげましょう。最後にこんな感じで装飾用ハーフブロックでアイテムが飛び出さないようにしておきましょう。では最後の動作確認です。まずはこのチェストにシルカーボックスをいくつか入れて、このボタンを押してシルカーボックスをセットしておきます。アイテムが早く溜まるようにドロップ増加付き剣を持って確認しますね。まずはプリズマリンのかけらやプリズマリンクリスタルがホッパーで回収されて、残ったタラがマグマで処理される様子を確認。次にクラフターを開くとアイテムがどんどん溜まっていくのが確認できるので、このままいっぱいになるまで少し待ちます。クラフターの中がいっぱいになると、このホッパーの中にプリズマリンクリスタルが溜まっていき、23個溜まった状態になると、クラフターでシーランタンが作成。シーランタンはシルカーボックスへ溜まっていきます。次にプリズマリンのかけらが溜まっていくと、最後にこのホッパーのプリズマリンのかけらが64個近くまで溜まるので、この状態になったらプリズマリンのかけらが吸い切れずに流れていき、次の仕分け装置に入っていきます。クラフターでプリズマリンレンガが作られて、チェストに確認されるのを確認しておきましょう。次にこのレバーを操作してクラフターを横に引き出したら、このようにスロットを無効にしてプリズマリンが作成されるように変更してレバーを元に戻しましょう。今度はプリズマリンが作成されていくので確認しておいてください。このように動いていれば OK です。では最後に装飾をしていきます。参考程度にご覧ください。まずは前面を仕上げていきます。チェストの上にはチェストが開けるように階段ブロックを使いました。ここはアイテムが見えやすいように階段ブロックにしておきます。右側にはシーランタンを奥に置いて、階段ブロックを前面に置いて少しシーランタンが見える状態にしました。側面や背面は今回はそのまま囲っていって、一部板ガラスを入れてみました。屋根はモンスターが湧かない下付きハーフを置いていきます。
あとは前面に額縁とアイテムを貼って、待機場の周囲には落下防止のために板ガラスを置いていきます。この位置はシュルカーボックスにアクセスできるように階段ブロックを使って隙間を作っておきます。はい、今回はこんな感じです。皆さんも自由に装飾をしてみてくださいね。はい、今回はクラフターを使ってシーランタンを自動生成するガーディアントラップ専用圧縮仕分け機を紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。田んぼでした。ではまた。